はい、皆さんこんにちは。今日もね、対談のお時間です。今日のスペシャルゲストは画家さんであり作家さんである長谷倉美幸さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。光栄です。いや、僕たちね、1ヶ月ぐらい前でしたっけ、矢作直樹さんのちょっと紹介で、はい、お食事でね、なんかね、長谷倉美幸さんのことを知らない方のために、画家と作家をしております、はい、そして時折ですね、雅楽の方でいろいろこの歌を書いたり愛をしたり、はい、英国王立美術家協会っていうところの名誉会員だったり、あとは、日本美術家連盟というところの会員だったりしておりまして、基本はやっぱり絵を描くということで、国内外で個展をしたり、あとは作家活動ということで本をいろいろ書いております。ちょっと物心ついた瞬間からちょっと普通の人とは違う感性をお持ちだなっていうね。何歳ぐらいの時に自意識がついた頃だから4歳とかそのぐらいだと思うんですが、パッとこう目が覚めた時にこう天井が見えて、あ、見てるなって思うじゃないですか、起きた時に。見てますね。でそれで、あれこれ誰が見てんだろうって思ったんですよ。でそもそもあれ私って誰だろう、4歳5歳の時に、でそれでその時に急にものすごい嬉しくなった。なんで嬉しいかっていうと、私っていうのが動く、手足が動く、その中にいるっていうことが、肉体があるってことに。そうなかなかね、4、5歳でその考えに至る人いないと思うんですよ。でもそうなの。はい、もう僕の一番古い記憶ったら多分なんかパンツ一丁で走り回ってる記憶しかないので自分にそんな考えがある人なかなかいないと思うので、その記憶はあるんですか？でもその時に感じた。あまりに嬉しかったから覚えてる。それで、私っていうのは思ったらこうちゃんと動く手があったり、足があったり、見える目があったりする中にいるんだっていうことの喜びだったんです。器の中にね。そう、器だからボディ、この個体の中に。個体は自分じゃない。それアバターみたいなものだから、私っていうのを表してくれる、表現してくれる媒体としてこの人の中に入っていて、我と出来事と心の様態を観察してるんだなっていう感覚です。今の表現で言うなら、私っていうのがこのベタッとカードとくっついてる私ではなくって、それを見ている人っていう意識があったので、もっと奥にいる自分。そう奥っていうか、ここの奥にあるこの本体みたいのから見ている、このなんでしょう、生命体ってね、もともと生体と生命のガッチャンコっていうか合体なんですよ。その肉体的なバイオ的な生体と生命っていう、それは別でね、もっとこの実際動かしてるものみたいな。だからこのパソコンのこの画面的なというかね、その本体的なところと実際の OS みたいな感じ。ゲームで、ね、なんか PS5 とかゲームがあってプレイヤーがいるみたいな感じで、そんな感じで、それでこの本体の私がこの肉体の中に入ってるなっていう意識でいると、いろんなものと話せるの。肉体にいると話せる。肉体じゃなくてこの命の側というか、そっちにいると、自分の本質側、いるというか、なんかいつもいるんですけども、そこからこの肉体を通して眺めてみたときに、例えば空とか植物とか自然とか動物とかと、なんかね、この孤高の奥でお話できるんですよ。じゃあ幼少期なんかその辺の自然木と話したりしてるんですか？どういう感覚なんですか？北海道のすごい田舎だったんですけれども、森っていうか林っていうかなんかあるんですよ。でそこに遊びに行ったら、ちょっとね雨が降りそうだったんだけど、ほら子供だから楽しいからそこら辺で遊ぶわけですよ。でそうすると、もうすぐ雨が降るから帰りなさいってなんか空が言うんですよ。喋るんですか？いや、喋ります。喋るっていうよりね、この気配として直接、だから今の言葉で言うと波動言語、テレパシーですよ。なんか普通の人がなんか雨降りそうだなっていう感覚とはまた違う。じゃなくて、もうちょっと違うと。ダイレクトに。直接ダイレクトに。でも遊んじゃうでしょ。するとポツポツ降ってきます。でそうすると、僕を連れてってみたいな感じで、なんかその森のこの奥の方から声というか、この思いみたいのを感じるんで、何とかって行くと、でっかい吹き、ラワン吹きって言うんですけど、この吹きが僕を連れてって僕で刺したらいいよとか言うんですよ。でも頑張ってうっしゃーとかなんかボキッとかって取って、でこうやってやったらまるでトトロみたいな世界。気を頭を傘にして。でもね、穴開いてるからこうやってさ、なんか結構濡れるんですけどね。それは
周りの友達とか親御さんとかにそういった言葉言ったことはないですか？当たり前すぎてそもそも聞かなくないですか？どんなことを思ってるとかっていうのも意識すれば感じてたから、その背後のものとかもやっぱりこう分かるっていう感じになってしまうと、まあ生きづらいっちゃ生きづらいだろうなってことにやっと気づいて、具体的にはその小学校に入ってちょっとしばらくしてからなんですけれども、先生が言ってる内容とかもこれ違うんだけどなとかってなんかやっぱり分かっちゃうんだよね。分かっちゃうんだそれも、勉強とかは知ったんですか？いやとりあえずはしますけれども、情報層っていうところがあるんですよ。そこに一回意識を向けたら分かるから。いや出たよこれ長谷倉みゆきさんのやばい一番僕がやばいところだなと思うんですけど、まあ後ほど話すと思うんですけど、スピリチュアル用語でいうアカシックレコードみたいなことなんですか？みたいなもんですね。今までの記憶とか全人類の体験してきたものとかがありますあります。 DNA 的にも入ってるから。入ってます。本当はでそれを例えば潜在意識って呼んだりもしますけれども、入ってます。だから個人の情報像から宇宙の時空間の情報まで本当は私たちの中に畳み込まれてる。それをやると学校では不自由だっていうことをちょっとね、みんなからなんだこいつっていうなっちゃいます絶対言うじゃないですか。でそれでやめようって思ってバチって切ったんですよ。切れたんですか？それはもう思ったらシャットダウンみたいな、スペックダウンしますって決めてなるほどね。でもパチンって切った時に自分とつながると自分がどこにいるか分かんなくなる。ちょっと迷子な感じ。体だけが動いていて中身が入ってない。ちょっと怖いですね。じゃないですか。でそれは嫌だなと思ったんで、自分自身の内側とだけはつながろうと思って、自分の本体となるものがあって、そことは通じてたけど、そこだけ通じてるけど他情報層とかは言ってないし、いろんな情報層を全部遮断する。それでも大人までシャットダウンしてたんでしたっけ？してましたよ。してました。でただ何かがきっかけでまたそのね開く瞬間が開かされましたね。2年間でしたっけ？2年間はがっつり毎日ですね。がっつり毎日宇宙授業。宇宙授業か。宇宙授業っていうのをするんですよね。させられちゃったですね。それはやっぱさせられたんですか？まずですね、そういう気配から始まり、ビーイングと呼ばれている違う星に住んでいるそういう意識体です、ね。となんか感じるんですか？僕たちの的な話で言うともういたってことですか？いや乗り物みたいなのもありますし、それは物理的に見えるのか、あるいはちょっと意識的に夢とかっていうよりはもうちょっともっとリアルっていうか、その周波数帯なんで声がどうしよう。ちょっとなんか世間的にうさんくさいような話になると、うさんくさいよね。みゆきさんの声が遠くなるのだからこういう方なんですよね。本当はそういったことを言っちゃうとみんななんか変な人に思われるのが嫌で、でも僕はちょっとそこ変な人っていうかね、なんていうかね、だから本当に小さな宇宙人アミってありましたでしょ。まさしくあの世界だから見える人にしか見えない。ただ私の場合もともとそこに興味がないってことなんです。でそこを深掘りしたくないってことなんです。それでもそういうのが現れちゃうわけですもんね。現れてる。だから見えるとか聞こえるっていうレベルを超えたところでもう分かるっていう感じなんですよ。でそこでなるほどっていう感じで、毎回ですねここら辺ぐらいにこの情報層みたいなこの情報の塊っていうのが辞書みたいなのがボタってくるんですよ。いいな。パラパラパラってなると様々なことが書かれていて、それが音声と同時に入ってくる感じで、それをもう必死になって書きながらでもこれどういうことですかっていうと、また今度その概念がパラパラパラって広げられてやってくる。例えば地球の歴史であったり、物理科学がすごく多かったですね。それをねノートにまとめたりしてますもんねみゆきさんが。もう一瞬見せてもらってもいいですか？どういったものか、大体そのどういった感じで書いてるのかみたいな。もうこんな感じ。これすごいですよね。これは何の情報が主に、その人類と呼ばれている人間がどのような意識進化を図ってきたかっていう、でこれを歴史軸になぞらえながら、どんなところとどう進化してきたっていうのをこれ授業だったんですか？それはワンレッスンですよね。でこれはですねよく言われたのは科学か非科学とかとんでものとか言われるじゃないですか、じゃなくって私たちが知っているってことは、例えば電磁波領域の中では 99.99999% はまだ見えないわけですよ。でその分かっているところのある部分を科学と呼んでるだけで、そうじゃないところをそれは科学的でないっていうのは大変ある意味傲慢である。そうっすよね。でもよく考えたらね。でそれを非科学ではなく未科学と呼んだらいかがですか？まだ未知の領域だからね。非ではなくて否定するのではなくて、まだ解明できてない分野だよってことですよね。でそこからスタート。そんなこと教えてくれるんですか？一番最初に言われた言葉が2つ。2つ。これちょっと重要そうじゃないですか？いやどうなんでしょうね。それが全ては周波数でできている。
はあ、周波数でできている振動が振動で、全ては振動はい、であり、この波動、バイブレーション。量子力学的な分野でいう。全てこの振動を持っているということが1番目ね。2番目が全てを疑いだったんです。全てを疑い。信じる限界が現れる限界だ。自分が見ているこれがそうだと思うと、その周波数の世界で現れる。そこしか入れないってことか。そう他がないみたい、はい、なのでこの疑うっていう手法を通すことによって、ここの信じるっていう限界にピチってなるほどね。穴開けて少しずつそしてまた広げていく。キャパをね、大きくしていくってことをしていけっていう。いけと。なので自分たちがこれからいろんな概念を伝えるけれども、それを信じなくて良いって言われたんです。信じるの。なるほどね。で、宇宙レッスンっていうのは何のレッスンかって言ったら、宇宙の法則性を伝えるレッスンである。あら、ワクワクしますね。で、それで信じるっていう、これがそうなんだっていう固定化された現実っていうのを作るなって言われたんです。なんかそれを信じたり、ね、自分はこれだって思った瞬間、カチッて固まっちゃう。それ以外をね、排除しちゃうってことなんだ。まるでソクラテスの無知の知みたいな、ね、まさにそういうことですよね。なんかでもその言霊的に言うと、言葉から始まったみたいなのって聖書でもよく言うじゃないですか。そうですね。言霊っていうのは言葉の中にあるエネルギーっていうんですが、そもそも言葉っていうのは音ですよね。ある意味周波数か振動。それはそういうことです。さすがでございます。そうか。だから別に僕たちが言葉って考えるんじゃなくて、振動周波数。振動です。で、それも過聴域で聞き取れる振動です。確かに。で、その振動っていうものを過聴域で聞き取れるようになった時に、あーとかいーとかうーとかなるわけじゃないですか。で、この振動が、この符号波というか、重なり合った中で、そうすると形態が生まれて、ね。で、この次元でいくと、電気の働きと磁気の働きでこうなっていきながら、形態が生まれて、生命の元が生まれていくみたい。生命というか、いろんな現象の元とかが生まれている。で、もともとその日本語の中で、物っていう言い方、物、ね、で物って言ったら普通はこの物質のものっていうのを指しますけれども、日本語では物のけとか、ね、言いますよね。物を思うとかっていう表現があるんですが、その時は心を指してるんです。なるほどね。だから物っていうのには形態っていう形がねと、そして形質っていう中身、両方を指して物って言うんですよ。なんかこの物質的なこのものだけじゃなくて、その奥にあるその質もこれ物だったんですね。だから日本語ってそういう意味では非常に深いところまで知っていて、なんかね、日本語っていやとんでもないですよ。とんでもないって言いますよね。ちょっとみゆきさんの本を体験したら、まず一つが最古でしたっけ？ある意味僕たちの文明的に言うと。そうですね。最古でもあるし、世界最古の混合民族というか、いろんなもののDNA からも見ても様々なものが寄せ集まってできたのが、で言ってみたらファーイーストというこれ以上言ったらもう海でもうないよっていうところに行った人類最古の文明の礎を作ったとも言えるんですね。中世キリスト教的なね、その考え方っていうのは北が上ではなくって東が上だったんです。それ知らないですよね、多分皆さん。その地図もあるんですか？普通に地図の歴史で言ったら出てきましたよ。エデンの園じゃないけど、この東でオリエントっていうのは東ですからね。でその東の一番もうこれ以上もういけませんよっていう、この東を上にする地図でいうと、一番際の頂点に立つのが日本になっちゃうんですよね。日本になっちゃいますもんね。それでここが指し示すものということでオリエンテーションになってる。ね、みんなそれ東を目指したってことなんですか？あれそうですね。みんなだからそこにたどり着いたってことで、その混合していろんな人種が合わさって、でその時に話していたのがその現日本語で、この日本語というのはもともと自然発生音と呼ばれているものからできたと呼ばれていまして、で自然発生音っていうのはどういうことかというと、この生きていく中で自然とこう出て、例えば大きな山を見た時にやーって言ったかもしれない。確かにね、あーみたいな。確かに。さあ行くぞって言うやーって言ったかもしれない。やーとかあーとかですね。そういうことです。太陽を見てヒーって言ったかもしれない。ね、擬音語みたいな感じですよね。そうなんです。ですのでこの現日本語はおそらくオノマトペと呼ばれている、その形ではなかったかと言われているようです。なんでその音が出たのっていうと、その音を出ざるを得なかった。そこに対象物があって、そこにこの自然のこの音として
この出ていく。ということは、自然のありようと出ていく音のこの周波数が合ってたっていう言い方もできるんです。その自然があって、それに反応した声があって、そうその声がそれを重ねると言葉になるでしょ。最初は1音かもしれない。セットでね、それが。で、そうすると、それがやがて言葉の元になるんですけれども、この自然発生で出てくる言語だと、この対象物と出てくる音っていうのが、その近いので、それがこの音を出すことでこの対象物のこの状態も変わっていくって言って、後に言霊進行となっていくわけです。しかもなんかそのあいうえお50音順が目に見えないものを物質化する時の。そうですそうです。そうなんですか。はい。あいうえおが。あいうえおっていうかね、いろいろこの音の並びによって変わるんですが、例えば赤さだなってありますよね、和行まで。あから和行があって。でそのあ行というのが精神という気の世界なんですよ。でそして和行というのが身の世界っていう物質の世界だから、精神と物質だからこの50音というのはいかにしてこの精神が物質へと至るかっていう道を示した羅針盤だったんです。なるほどね。びっくりだよね。そんな深い意味が隠れてるっていうか知らないで言ってましたよね。ある意味だからどの言葉を発するかによってそういうこと瞬間の周波数であったり何を物質化するかまで影響を与えるって思いっきり与えてます。ある意味だから愛とかっていい言葉じゃないですか、好きとか愛とか、で逆に言うととかそういった言葉もそれに付随した周波数っていうかあれがあるってことなんですか。もありますし、ここで言うということは最初に脳内で思って言ってまた入ってくるわけですよ。だからもう二重返しで戻ってくるみたいなね。人に言ってるように言って実は自分に一番言ってるみたいな。そういうことか。発してる時点でその音も聞いてる自分もいて、まずその前に思ってる自分もいるから、倍返しで戻ってる。全部自分の中でサイクルしてるって感じ。そうサイクルしちゃうんですよ。だからいいこと言ったからいいこと起こるっていうよりは、起こるがために言うんじゃなくって先にそのまず概念があります。その概念が頭の中でこの概念のことを島と呼びます。古事記と呼ばれている古伝承っていうのは、あれは実は言霊と呼ばれている宇宙の根本原理、いかにして精神がどのような事象を生むかっていうことを、この神明っていうのをかなとも言うんですけどね、神の名で表した解説書だったんですよ。もともと聖書の中で初めに言葉ありきってありますが、もちろん言葉として捉えてもいいですけれども、もともと聖書の原点にはギリシャ語訳にはロゴスと書いてるんです。ロゴスっていうのはこの概念であったり信念、真理っていう意味でもあります。結局はね、目に見えないそうです概念、そのエネルギーじゃないけどその思考っていうか、それがあってそれを具現化するっていう、それが言葉になっていきますからね。言葉になって振動数の組み合わせによって事象が起きて物質化していって、そうです。なんで当時の人そんなことをしてたのって普通の人は思っちゃうかもしれないけど、ものすごい直感力ですよ。彼らは縄文の方々もそうだと思いますけど、僕たちとは比較にならないほど直感力っていうか通じてたなんかよくみんな対価ってよく言うじゃないですか。人間も対価したみたいな感じでいいじゃないですか。良くなるために一時的に悪くなることがあるんだろうなって。同感でございます。やっぱそうなんですか。忘却の旅に出たんですよ、勇敢だから。意図的にそういった状態になって、さらにまたなってみて、さらに大きな大調和というかね、そこのさらに高い世界を見たいんで、それのためにはぐーっと螺旋で進化するときに一旦そこをなくしてみるっていう体験も面白いじゃないですか。まさにみゆきさんがされたわかんないけど30年間くらいなんかねだからそう考えたら別にこの人がどうこうではなくて、ただ先祖返りしたのかもしれませんよね。そうですよ。あの話出していいですか。あれはいいですよ。あれどこでしたっけ。ひっくり返したらのやつです。あれはあそこです。長野の。出ました。出た。それです。私よって言ってきたんですよね。これでもこれだと分かんないじゃないですか。これだと分かんないですね。確かに。だからひっくり返して。ひっくり返せって言ったんですか。そう。宇宙人じゃないですか。いやだって宇宙人だもん。ここはちょっと載せれないけど、でも言いますよ。まだね、それ準備できた人にしか見せんなって言われたので。モザイクとかでも厳しいですか。まだね、早いって言われた。ちょっと世に出せない情報だったんですよね。そうですよね。でその理由っていうのが、矢作直樹さんが言ってた表現で言うと、子供に西洋教育を教えるのと同じようなことだよっていう。ちょっとまだ人類には早すぎたっていうのは山ほどありますね。山ほどあるんですか。そんなんありますよ。今僕たちに教えてくれた一つの例が一つとして他にもいっぱいあるってことです。いっぱいありますよ。それは
シンプルにさっき冒頭に話したような僕たちが信じてることが凝り固まっちゃって、それ以外のことを一気に教えるとショックっていうか、精神的におかしくなっちゃう。ショートするって言ってた。ショートする。私めっちゃ喋ってるけど、なんか早くない早口じゃないですか。大丈夫ですか？全然大丈夫。直木マンが可愛いもん、めんこいもんだから。いや、じゃあ、うちの弟の名前が直樹なんですね。そうなんです。だからなんかこう、そうなんですか？それ早く言ってくださいよ。いや、そうなんですよ。だからね。近い親近感ありますね。めっちゃありますよ、そりゃ。だから直樹ってずっと言ってたから、直樹の字って、樹木の樹です。治るに樹木の樹ですね。あ、それも一緒ですね。直に樹です。あ、一緒だ。私、直樹って、なんか相性がいいんですね。めっちゃ周りにいますね。びっくりですね。なかなかいないですけどね。なんか、僕が思うにちょっと物理的な話になるかもしれないですけど、UFO を信じてない人とか幽霊信じてない人とか、結局自分がこう見てる世界も結局証明できないじゃないですか、他人には。もう見えてる何色とかさっきの氷アじゃないですけど、逆に言うと全部これ見てる自分が意識的にこう作り出してる現実を信じるしかないっていうか、それなんていうの、信じることにするというそのシミュレーションを生きているっていうような、そうですよね。まるでシミュレーション仮説のような、その世界観がパンと広がるわけですよ。だってなんか結局みんな自分の世界を生きてるだけで。そうなんです。それぞれの認識宇宙を生きているから、世界はある意味みんなバラバラだっていう。バラバラですよね、本当に。ここが大前提。でもこの大前提を認めてしまうことによって誰かが自分のことを非難していたとします。でもそれはその人の宇宙の中で起こっていることで、私の宇宙とは関係ないんですよ、本当は。その人の中の認識世界で起こっている、言ってみたらこの人の実態の影を見て言ってるようなもの。そうですよね。だって結局その人の今まで生きてきた感性とか今までの経験でものを言ってるだけで、もうガラッと違う人だったら違う世界ですもんね。もうその人の主観でしか見てない世界なので。そう思います。結構みんな、これは多分子供もそうですし、大人になってもそうだと思うんですけど、何をしていいかわからない。大きなテーマだと思うんですよ。みんな何をしていいかわからないっていうのが一番やっぱあって。でもいいことじゃないですか。何をしていいかわからないということは、何でもできるよっていうことじゃないですか。逆に言うとね。たくさんの宇宙に横たわる量子スープの可能性の海に今いるんだよ。何だってできるよ、何だってやれるよっていうのが、これ宇宙の太っ腹な。そうか、さっきその思考的には何でも具現化、量子的にはできてる。できるんだもん。全部それを考えた瞬間できる。できる。で、それを、行動次元に落としてすることで、量子が集まってきて、形になっていくわけなんで、基本的には何だってできるわけですよ。みんなは何だってできるって思えてないんですよ。自分に力がないってやっぱ生きてるんですね。それ勘違い。勘違いですか？皆さん力があります。その自分がなりたいことを具現化する力がある。何もできないよって思うその信念というかね、その心の信念体系のようなね、この束っていうところをフォーカスしてるだけであって、私の中でいう成功の定義っていうのがありまして、それは今この瞬間、今と一つになること、これが成功なんですよ。今を生きることができるか。そう、今この瞬間にポンとこう集中する、フォーカスするっていうことが私にとっての成功の定義、で、そうすると他力でも自力でもなく全力になるんですよ。自分が一歩進むっていうよりはなんかポンポンっていける、自分の中のパフォーマンスの最高値であり最適解に運ばれるって感じです。その今を生きてその熱中してる瞬間。そうゾーンとも言いますけど、ね、まさに僕がでも YouTube 始めて1年間一切飲み会にも行かず、好きな映画もゲームもせず狂ったように動画作りをしちゃったんですよ。今思うとあれ 100% ゾーンに入ってたなって思って、苦しくもなく努力してる感じもなく、ただそれに没頭してる自分がいたんですよ。もう今しか生きてない瞬間ですよ。まさにそうです。そういった瞬間がみんなあるってことですよね。神という言葉を使うんであれば、この神と呼ばれているような領域に入るっていうのがその没頭してる時なんです。そのゾーンに入ってる瞬間。そうするとほらびっくりするようなパフォーマンスになるでしょ。そうっすね、確かに。努力っていう言葉出ないでしょ。出ないですし、苦しくもないし、しかもなんかそこに疑いもないんですよね。それです。今目の前にあることと一つになるっていうような、そこに集中するっていうような意識でやっていくと、おのずと道が開けてくるんです。マインドセットとして、私には最高のことしか起こらないって決めちゃうんですよ。先に。僕もそれ好きです。で、そして今、この瞬間、ベストタイミングだって決めちゃうんです。決めちゃうんですね。もうそういう解釈、別に解釈自由ですもんね。自由なの。お金もかかんないし。そしてなんか、っていうこと起こっても、
バカボンのパパですよ。これでいいのだ。いいのだってでね。言っちゃう。肯定していくってことですよね。もう肯定肯定肯定。で、私なんてっていう風になりたいときは、私なんて素晴らしいのに変えちゃうんですよ。わかるな。いいですね。マインドセットでね。肉体で限りあるので、何でもできるよって言われても、肉体的に無理だなっていうのは、多分そもそもいかないと思うので、いけそうな可能性領域の中で、目の前に来たところを何かやると、形にはならないけど方向性みたいなところにいつの間にか引っ張られていく。で、特に人が縁を運ぶとかね、状況とか。そこでこうやってみると、あれうまくいっちゃったなっていう、それこそいわゆる成功体験の経験値がまた次の広がりを生んでいくっていう。もうちょっと言うんだったら、自分も周りも地球も嬉しいことするって感じです。周りにね。そしたらこれが全ての生成発展がこれが宇宙の法則性だとすると、この宇宙の法則性に合致するものは絶対回ることを DNA というかね、深いレベルでは全員知ってるんですよ。大調和じゃないけど、これで循環して全てが調和あるシンクロニシティ的な世界が、真理じゃないけど、それをみんな知ってるから、みんなすることといえばその調和を循環させること。そう、循環させるっていうか、もういることが調和だから。いることが調和なんやけど。そして調和っていうのは全部できる必要ないんですよ。そっかそっか。何かに秀でてる。だってみんなで補い合えばいいってことですよ。そうのように宇宙ができてる。まるで腸内細菌と一緒で。確かにだってね、体一つ一つの役割って。役割でしょ。全部できる臓器なんてないですもんね。で、それで別にその臓器さんは他の臓器を羨ましいと思わないわけですよ。確かに。自分の持ち場で一生懸命していくだけで、体という機能全体がシステム回っていくっていう風に、この宇宙も一緒なんで、このミクロコスモスは一緒ってことはマクロコスモス、そして私たちの見てる宇宙っていうのも、それぞれがみんなそれぞれの役割ね、可能性を抱いて、それぞれの場を生き切ることが全体としての大きな調和につながるんで、安心してその自分が今したいなとかって思ういろいろ目の前のことをやりつつ、この見えてくることがそれが天命になっていくかもしれないし、そういう可能性領域の広げ方ですね。だから今この制限のある世界だと手に入らないものもあるし、ただ何でも逆に言うと叶っちゃう世界だとつまらない。ってことなんですかね。例えば人生で一番楽しかった時ってどんな時ですか？もう最高みたいな。友達とね、何気なく遊んでる瞬間とか、飯食ってる瞬間が幸せだって感じるんですけど、でもこれって本当に綺麗事じゃなくて、なんでだろうって考えたら、おそらく心がその瞬間自由なんですよね。心が自由だともう幸せって感じるなと思ったんですよね、その時。ある意味だから無限の可能性があると思ってるし、どこにもとどまってない。で本当になおかつ今を生きてるんですよ、その瞬間って。やっぱどこにでもある、どこにでもいる、制限のない、制限のないその生命体の本質に触れてるからでは、そのなんか幸せだなと思ったその瞬間が一生ずっとそれではどうしますか？飽きてくるかもしれない。これがいわゆる神様の周波数なんです。どうですか？なんかしたくなります？絶対なんかしたくなりますね。もう全方向、もうどこまで行っても幸せしかない世界。それは確かにスリルとか、そういったものを味わいたくなっちゃうよね。という風にしてここに来たんです。結局そういうのも感じれるのも、こういった苦労とかがあるから感じれるってことですよね。そういうことです。結局全て必要なんですね。じゃあそう考えるとね。全てがあって、成り立ってんだろうなっていう。みゆきさんの一押しの本があれば。このイマジナルセルってすごいわかりやすいんですよ。蝶々って完全変態するじゃないですか。卵から芋虫まででなっていくこの生態の様子と、この人類進化に当てはめたっていう本を、絵本で書いたんで誰でも読めるんですね。このイマジナルセルというその名前は、そのさなぎの時に現れる細胞のことなんです。本当にイマジナルセルって言うんです。イマジナルセルが腸になる。じゃあイマジナルセルって何かっていうと、生まれた時からというかね、もともと本当は自分は芋虫じゃなくて腸だよってことを知ってる細胞なんです。なるほどね。夢を叶える、未来を開く鍵。イマジナルセル。あまり知識のない方々でも全然いける。全然読むことができる。小学生から読める。一番おすすめの分かりやすさでは。分かりやすい。いわゆるスピリチュアルな要素っていうのを排除しちゃって、生物学に基づいて書いてるからね。ぜひ皆さんちょっと Amazon 売り切れにさせてください。ありがとう。で、キンキンに出演させていただくのが、第100回 AT1 大経連お披露目祭りというところに、そちらですか。出演させていただきます。
これが、はい2023年9月23日。多分これもう投稿してる時にはすぐだと思うんですけど、はい。こちらどちら東京プリンスホテル。具体的にはどういったことを話されるんですかね。9人の先生がはい今回出られるんですけれど僕もね矢作さんも、対談させてもそうなんです。らったんだけどはい実は矢作先生が私一番仲良しあ、そうなんですね。なんでございまして、その八木先生のパートの中で、物理世界ほうとあとはそうした精神的なことで、あるいは多次元宇宙的なことっていうのを踏まえながら真の知恵っていうことでお話しさせていただきます。まあまあかなりのね知識人が集まってるなそうですかなかやばい回になりそうですね。で、私もだから楽しみにいいですね。行こうと思っております。じゃあまあ気になる方チェックしてみてください。はいじゃあまあ今日のね対談は何時間やってましたひ ?4 時間すごいね20分僕たちどうやら対談していったようすごいですね。まだまだいけます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。すいません。ありがとうございましたもう一回言ってください。いやいやもうこれでいいゲラゲラ笑っちゃった。ゲラゲラ笑っちゃった。ひどくないですか？もう本当にありがとうございます。